ボンジョー。このチャンネルではセーヌ川にまつわる動画をいくつかお届けしてきました。セーヌ一人旅と題したシリーズでは、2001年6月に私が初めてセーヌ川の源流を訪ねた時のことをお話ししています。パリからディジョン、そして田園を走る路線バスに乗り、さらに森の中の道を歩いてたどり着いたセーヌの源流では、森の中にたった一軒だけある家に暮らすポールさんとモニークさんご夫妻に出会い、一緒に一日を過ごすという幸運に恵まれました。夕方のバスでディジョンに戻り、市内のホテルに泊まった翌日、私はディジョンの街を見て回ることにしていました。ブルゴーニュ地方の中心都市ディジョンには見るべきものがたくさんあります。かつてフランスの王様にも勝るほどの隆盛を誇っていたブルゴーニュ公爵の遺構は、市内の美術館、博物館、宗教建築、そして街の造りにも色濃く残っています。それはそれでとても充実した街巡りではあるのですが、セーヌの源流を訪ねたばかりの私にとって、とても大切な意味を持っていたのが考古学博物館でした。おそらく外国人ツーリストとしてディジョンを訪ねるならば、この博物館までは回らないと思います。けれども私には特別な理由がありました。そこにはセーヌ源流域で発掘された出土品が収められているはずなのです。初めて訪ねたセーヌの源流には、ナポレオン三世時代に築かれた洞窟があり、そこには女神様がいたということはすでにお話ししました。洞窟の中央で湧き出る水に囲まれて、女神の彫刻が横たわっているのです。また、一般には立ち入り禁止になっている藪に覆われた源流域一帯を、私はモニークさんに案内してもらうという幸運に恵まれました。そこで私は昔の巡礼者が沐浴をしたという遺跡などを目にすることになりました。加えてポールさん、モニークさんがお家の中で見せてくれた昔の写真や本、そしてお二人のお話などから総合して、当時の私の言葉の不自由さを差し引いても、セーヌの源流域がかつて神聖な場所とされていたことが十分に伝わってきました。というわけで、源流域を訪ねた翌日、来訪者もあまりないこのディジョンの考古学博物館をぜひ見ておこうと出かけたのです。この考古学博物館で私はどういうわけか写真を撮っていなくて、その当時の博物館の様子がわかる資料がありません。そこでこの動画はディジョンの他の場所でその日に撮っていた写真で構成します。博物館がどのようなものだったかは言葉でお伝えすることにしますね。この博物館に収められている出土品は1836年から1967年にかけてたびたび行われてきた発掘によって
発見されたもので、多くは巡礼者たちの奉納品でした。まず私が異様な印象を受けたのは、壁にずらりと並んでいた銅の板でできたオブジェでした。仮面舞踏会で目の部分を覆うマスクを思い浮かべてみてください。目の形に2つのアーモンド型の穴を開けたオブジェ。それがとても原始的な形で、薄い銅の一枚板でできているのです。そうかと思えば、腕、足、頭、あるいは男性、女性の性器を思わせるものなど、人体のいろいろな部分が石、あるいは木で作られたものがたくさん展示されています。どうやらそれらは直してもらいたい部分、病んでいる体の一部を彫刻として奉納したもの。つまり聖ヌの源流域は、かつて病や不安を抱えていた人たちが、それを治してほしいという思いを持って、あるいは健康や平安を願って訪れた土地だったことが想像できます。1967年の発掘の時だけでも700に及ぶ奉納品が見つかったといいますから、その数は膨大なものです。出土した場所も源流域だけでなく、周辺の村々まで広範囲にわたるそうですから、源流域一帯を訪れる巡礼者はかなりの数だったのでしょう。出土品の年代は紀元前40年に遡るものもあるようです。ヨーロッパではローマ時代です。また、セーヌという川の名前ですが、これは源流の女神様の名前でもあるセクアナに由来しているそうです。このセクアナという言葉は、ケルト語で水の流れの意味だそうですから、キリスト教以前の宗教や文化の存在が浮かび上がってきます。ところで、セーヌ川はブルゴーニュ地方の森の中の源流に端を発してから、トロワ、パリ、ルーアンなどの町を潤した後、ノルマンディを流れ、ルアーブルとオンフルールの間で英仏海峡に注いでいます。全長およそ 780km。フランス国内ではロワール川に次いで2番目に長い川です。源流から海までの間にはたくさんの支流がありますが、川幅から言えばセーヌがむしろ支流になっていたかもしれないと思われる場所があります。それはパリよりも上流にあるモントローという町です。この町の正式名称をモントロー・フォル・ヨーヌと言います。ヨーヌ川が落ちるモントローという意味ならば、セーヌ川にヨーヌ川が落ちるということで、セーヌ川が本流でヨーヌ川が支流ということになります。ただし、ここでの水の量を比較すると、ヨーヌ川の方がセーヌ川よりも多いのだそうです。
私はこの合流点に行ってみたことがあります。そこでの印象はどうだったかというと、セーヌ川ビーキの私の目で見ても、ヨーヌ川の川幅の方がちょっと広いように感じました。ということは、もしかしたらパリを流れる川の名前はヨーヌであっても不思議はないというか、川の大きさだけで言えばヨーヌであってしかるべきなのかもしれません。ですが、セーヌの名前の方が生かされたのは、その源流が歴史的にとても重要な意味を持っていたから。つまり、源流が聖域になっている川の方が尊ばれたからだと言えるのかもしれません。